青と黒しかない時代。私はおじさんと二人最後の生き残りだった。自分たち以外は全てが敵。私たちは最後の鳥族だ。鳥族は恐れを知らない。人間にある恐れの感情を私たちは持たない。まっすぐに敵に向かう、戦う。敵の存在を許すことはできない。敵は滅ぼさなくてはいけない。旅をしている。戦い続け敵を撃つために。すべての自由の敵を消滅するために。支配を破壊するために戦う一族だ。一つの大きな町。そこは敵の作った町だった。レンガが敷き詰められた道に隙間なく背の高い石の家、レンガの家、鋭い三角の入り口、教会。そこにはたくさんの人間がいた。おじさんはいつも真正面から立ち向かう。扉を勢いよく開き、中に入る。おじさんは一族で一番強い鳥だ。最強の鳥。私たちは普段は人間の姿をしている。戦う時だけ鳥の姿になる。そして私たちは教会の中に集まっている人間に話す。彼らは理解したふりをして大元を呼びに行っていた。人間は相手を騙すし姑息だ。特に支配された人間は善人の顔をして平気で人を騙す。私とおじさん以外は全員が敵。教会は敵の拠点、大元。だから私たちはこの町へ来た。そして真正面から敵の中心へ行った。敵の本体が出てきて、おじさんは戦いに出た。おじさんは最強の鳥だった。だけど、卑怯な手を使われておじさんは死んでしまった。私は最後の一人になった。おじさんが死んだと知ったとき、騙されたと知った。それ以外で負けることはありえない。敵はずる賢く策を使う。おじさんの死が悲しかった。けれど私は前に進むしかない。それが鳥族だから。悲しみは足を止めない。感じるだけだ。恐れ、恐怖。それは人間の持つ感情であり、鳥族は持たない。私は戦う。私は鳥へ姿を変えた。空を見上げる。空が広がっている。自由だ。ああ、なんて自由なんだろう。空にこんなにも焦がれている。自由を敬愛している。こんなにも空を求めている。そう強く空を求めると、鳥族は鳥になる。上空に上がって初めて知った。敵も鳥だった。私が来ることを知っていて、すでに空で待ち伏されていた。私は負けて封印された。意識を一つの人間の子供ほどある石に封印され、動くことができなかった。ものすごいスピードで人間の時代が変わっていく。世界の変貌をただ見るしかなかった。青と黒しかなかった世界に色が生まれた。色を初めて見たとき、綺麗だと思った。けれど同時に自分を戒めた。騙されてはいけない。これは敵の作った世界だ。すべては偽りなのだ。私だけはそれを忘れてはいけない。もう私しかいないのだ。大きな橋がかかり、コンクリートの背の高いビルが急速に増え、世界に色が増え、人間の社会は大きく変わった。人間でいう膨大な時間だが、早回しで見ている私には一瞬の出来事でしかない。そして急に私の封印が解けた。海沿いに立つ、いつからあるかわからないようなボロ小屋にいたらしい。私は人間の子供の姿をしていた。鳥になれないことに気がついた。もう鳥になれない。空気が違う。世界の構成が変わった。世界がすべて変わったのだ。新しい世界になっている。こんなにも美しい偽りの世界を敵はきっちり作り上げたのだ。敵が完全にカモフラージュできる世界だ。鳥になれない私はただのみすぼらしい人間の子供で無力だ。命だけあってもう戦うことはできない。
鳥なき里のコウモリ。優れた人のいないところでは取るに足らぬものが幅を利かすということ。